皆さんこんにちは。今日も見に来てくれてありがとうございます。アビです。今日私は神奈川県横浜市にある横浜動物園ズーラシアさんにやってきました。こちらの動物園は Google 先生曰く日本で3番目に大きい動物園らしいので、ワクワクとどれくらい歩くのかっていう恐怖がせめぎ合っています。ケロケロ。はい、はい、お待ちください。はい、お見せいたしました。再現もしございましたら出るときにお声掛けいただいてよろしいですか。わかりました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。専門から入園するとすぐの場所がアジアの熱帯林エリアでインドゾウさんに会いました。入園してすぐ迎えてくれたのが大きいサイズの動物さんって珍しい気がします。入り口近くには鳥が多いイメージがあります。しばらく歩くとお猿さんと人間のお子ちゃまがお猿さん語で会話をしてました。何の話をしてるのか分かんなかったんですけど、かなり盛り上がっててめっちゃ楽しそうでした。もう少し進むと飼育員さんの声が聞こえてきました。このですね、群れの方はですね、4月の下旬に生まれた子ですので、まだ大丈夫かなというような感じがしますが、こちらの動物園では園内のいろいろなところで飼育員さんから動物の解説を聞くことができるみたいです。同じ時間に複数の場所で解説をしていたり、時間がずれていても園内の真反対の場所で解説をしていたりと、結構時間と場所がバラバラだったので、聞きたい解説があるときはタイムスケジュールをしっかり考えた方が良さそうでした。ご飯をあげながら解説をしてくれるので、普段よりも近い距離に動物さんたちがやってきてくれます。ケロケロ。アカアシ・ドゥクラングールは世界一美しい猿と呼ばれていて、ベトナムやラオスなどの東南アジアの熱帯雨林に生息しているそうです。でもベトナム戦争で生息地が失われていて、生態には高値がつけられるため、貧困層の人々が生きるために仕方がなく密猟をすることがあるそうで、かなり数が減っていて、現在では絶滅危惧種に指定されているそうです。日本ではズーラシア動物園と山口県の徳山動物園の2カ所でしか会えないそうです。オセアニアの草原エリアに入ると、なんだか見覚えのあるフォルムの銅像が見えました。これはもしや、この前多摩動物園で初めて見た声のかっこいいゴールデンターキンさん？今日は暑くて日陰にいたいみたいで一瞬しか姿が見えなかったので、多摩動物園のターキンさんをもう一度ご覧ください。ウォークインバードケージにはオオギバトっていう初めて見るおしゃれな鳥さんがいっぱいいました。一匹夏バテのように倒れてる子がいて、念のため飼育員さんにお伝えしたんですけど、園内が広すぎてなかなか飼育員さんに巡り合えなかったです。ペンギンエリアの真横にあるトイレに入ったんですけど、季節的問題なのか、全身真っ黒な足長鉢みたいなやつがトイレの入り口付近に大量発生してて、個室にもプンプン入ってきて、追い出しても追い出しても何度も入ってきたので、虫が苦手な人はペンギン横以外のお手洗いに行くことをお勧めします。
なんと悲しいことに去年の11月に生まれたホッキョクグマのベビーに会える時間は9時半から11時半までの2時間しかなかったみたいで、この看板を見つけた時もう11時40分くらいだったのでギリギリ会うことができませんでした。オスのゴーゴくんには毎日午後から会えるみたいです。水分は結構しっかりとってたつもりだったんですけど、少し夏バテのような気持ち悪さを感じ始めたので、ここにあったレストランで休憩することにします。油っぽくない軽食があれば食べたかったんですけど、めぼしいものが見つからなかったのでティーフロートを注文しました。気分が悪くて顔は死んじゃってるんですけど、ティーフロートはアイスクリームが濃厚で美味しかったです。30分ほどゆっくりすると体調が回復したので先に進もうと思います。土日はフードトラックも園内に出現するらしいので、平日よりも食の選択肢が広がりそうです。ドールっていう種類のキツネ？犬？かわかんないんですけど、初めて見た気がするんですけど、一体どういう生き物なんでしょう。声はキツネっぽい気がします。月のワグマさんのお家は自然豊かで、どこかに隠れているのか、暑いから寝室にいるのか全く見当たりません。こんなにしっかり隠れれる場所があるなんて人間からしたらちょっと悲しいけど、他の動物園と比べるといいお家っていう感じがします。今年の6月13日に生まれた小猿の赤ちゃんがいるみたいなんですけど、小さい子が多くて最年少がどの子なのか見分けるのが難しいです。お母さんに抱っこされてる子が最年少っぽい気がします。ズーラシア動物園って広いだけあって珍しい生き物が多いように感じます。このメガネグマっていう種類のクマさんも初めて見ました。園内には広々とした子供用の遊具のある広場もあります。この広場の前にはミストの出るクールスポットもありました。ちょっと夏バテ気味の私には天国のように感じます。ケロケロ。オカピは絶滅危惧種に指定されているキリンの仲間で、日本でオカピに会える動物園はここズーラシア動物園と金沢動物園の2カ所しかないそうです。2024年にはオカピの赤ちゃんも誕生したみたいです。チンパンジーたちの相関図を見た他のお客さんが、恋愛リアリティショーみたいって言ってたんですけど、なんかそう思いながらチンパンジーさんたちを見るといろんなドラマが見えてくるような気がします。なんか今日の私、いろんなことにほんの数分間に合わないことが多いです。お店の終了時間を調べてなかったからなんですけど、サバンナテラスで蒸し器を食べるぞって思ってたのに、ラストオーダー 1,2 分後にお店に着いちゃって食べれませんでした。アフリカのサバンナエリアの中央にある広い展示場では、肉食動物のチーターと草食動物のシマウマ、エランド、キリンが一緒に展示されているみたいなんですけど、私が行った時はシマウマとエランドしかいませんでした。チーターは自分より体の大きな動物は襲わないという習性があるから同じゾーンにいても大丈夫なんだそうです。今日は見に行く時間が遅かったので、キリンさんたちは先に寝室に帰ってました。今日のようにチーターが真ん中にいないときは個別の展示場にいるので、もっと近い距離で観察することができます。ミーアキャットさんたちの部屋に着いた頃には閉園30分前くらいだったんですけど、もしかしてどこの動物園でも閉園時間近くにご飯タイムが行われてるんですかね。ケロケロ。北門からは駅に向かうバスが出ていないので、正門から帰らないといけなかったんですけど、
北門から正門まで最短距離で歩いても1200メートルあるそうなので、園内バスで正門まで帰ることにしました。園内バスは大人200円、小学生以下は100円で乗ることができます。北門と正門をつないでるんですけど、途中下車はできなくて、バス専用の道を通るので動物も見えなかったです。今回訪れた横浜動物園ズーラシアさんの入園料は大人800円、高校生300円で、小中学生は200円、小学生未満は無料です。ズーラシアさんは展示スペースがかなり自然に近い環境になっていて、岩や茂みが多く、動物たちが人間に全く見られずに隠れれるスペースもあって、生き物たちへの配慮がしっかりされていていいなって思いました。でも人間的には少し隠れてる動物さんの姿も見たいなって思っちゃうんですけど、それを少しでも見やすくしようっていう取り組みが各エリアで行われている動物たちの解説タイムなのかなって思いました。今はまだ7月になったばっかりなんですけど、もうすでに熱中症になりかけるくらいの暑さなので、皆さんもしっかり水分や休息をとって熱中症にならないように気をつけてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また見に来てください。バイバーイ。カエルの